かな今日は通学路が学校行くまでの道がめっちゃいい感じなんで、それをね紹介したいと思います。かっこいいよね。あれ毎日見ながら学校行ってんの結構ねおしゃれな店とか多くて、このパン屋さんもちょっと気になってるんだよね。ベニータベーカリー、美味しそうだよね。今度サンドイッチ買いたいな。繁華街とも違うんだけど、ちょっとおしゃれな通りっていう感じかな。カフェとパン屋さんとかケーキ屋さんで、あとはセレクトショップみたいなのがちょこちょこあったりする感じの通りだね。そこがねめちゃめちゃ美味しいんだよね。日本にもあるお店なんだけど、フィリップ・コンティチーニ、今日ないか。あそこに見えるね。大きいクロワッサンがね有名で、これ日本にはないのかな。お店自体はあるんだけど、さっき言ったように結構いい感じのパン屋さんというかカフェです。この前行ってきたんで、クロワッサン大きいやつ食べる。それはまた別で動画作ります。ちなみに日本だとね、渋谷のあそこに入ってるなんだっけ、渋谷のやばいな、忘れてるな。スクランブルスクエア、渋谷のスクランブルスクエアの1階にカフェじゃなくて販売だけしてる店舗が入ってて、前知り合いにブラウニーとかいただいたことあるんだけど美味しかった。これも気になってんだよね。シーズン結構いろいろ調理器具系がいっぱいあるから、そう今ねシェアハウスに住んでるからあんまりいらないんだけど、欲しいな、素敵なお鍋が欲しいなとか、そういう風に思ったら来たいなって感じ何言ってるか分かんねえやあとあれがなんかシティホールっぽい感じなんだけど、クラブイベントやってますとか結構いろいろ。ちなみにここもパン屋さん。この通り、学校までだいたい20分ぐらい歩くんだけど、5、6軒うまそうなパン屋さん、コーヒー屋さんあるからすごいと思うんだよね。そこもカフェだね。だいたいいつも人がいる。ここがね今一番気になってる感じ。いつもねさっきのカフェスペース、表のカフェスペースみたいなところでコーヒー飲んでる人がいて、今日はいなかったんだけど、なかなかねいい感じなのよ。あとちょっとおしゃれブティック系かな。他にもあるよ、また出すけど。あとなんかねイソップとかもあったりするんだよね、何気に。ここもね甘いもの美味しそうなんだよね。いつも夜はねレストランやってるっぽくて、カンノーリとか置いてあるから多分イタリア系な感じじゃないかな。個人的にイギリスのフランフランって呼んでる店、オリバー・ボーナス。そうルクルーゼとかもね普通なんかさっきのイソップもそうだけど意外とあったりして
なんか個人店ばっかりじゃないんだけど、ちょっとねおしゃれ感のあるお店が多いね。トースト、名前がかわいい。あとね、すぐそこのね教会がすごいおしゃれなの。今ね昼間だからね、あれなんだけど、でも朝がすっごい綺麗でかっこよくない？めちゃめちゃちょっとねお気に入りだね。であとね、あそこにあるね花屋めちゃめちゃ好き。ちょっと日本のとはまた違う感じがするのよね。なんだろう、うまく言えないんだけど、個人的には少しサイドが低いトーンが落ち着いた花がおしゃれだなって思うのね。そういう花が結構あって好きなんだよね。青山フラワーマーケットとかあんまり名前出さない方がいいかな。駅とかにいっぱい入ってるお店とかがね、結構キラキラした花が多いような気がしてて、あそこの花屋抜群だね。あとこうやってさ、何気に建ってる建物が全部かっこいいのがさ、いいところだなと思う。イギリスは普通の家とかもかっこいいもんね。ここまで来るとね、店は減ってきて、チェーン店とかがかなり増えてくるんだけど、でもね、なんかいろんな食べ物屋さんあってね、結構楽しいけど食べに行ったことはない。ここのねフローズンヨーグルトのお店ね、結構お気に入りなんだよね。昔スペイン行った時にフローズンヨーグルトにドハマりして、でそれ以来、日本であんまり食べらんないからさ、あんまり食べてないんだけど、でもさっきのお店はロンドン市内は結構中心街とかにも同じお店があって、ちょっと見つけて速攻行ったよね。だいたい6ポンド1000円100円200円ぐらいかな。なんかね、渦巻き型のソフトクリームみたいなフローズンヨーグルトが出てきて、ソースかけて、俺が好きなのはベリーソースなんだけど、チョコとか普通にパイナップルかけたりもできるんだけど、なかなかねいいよ。じゃあ今日は行きつけのコーヒー屋さんから締めたいと思います。おいしいんだよね。じゃあそんなところで。